バイクメーカーヤマハの1970年8月の広報誌。当時ヤマハはトレイルバイク TT1 の販売が好調で、さらに反則をかけようとしていた。その一つが自然を走ろうトレイルラン、ワイド北海道チャレンジ。右手は昭和新山を駆け上るライダーたち。上は湧出原野を縦横無尽に走るライダーたち。下はなんと馬の牧場を走っている。そしてこれはカムイ岬に至る遊歩道、海岸ルートの石の階段をバイクが走っている。海岸ルートの名所、海崖に掘られた念仏トンネルにバイクで突入。夕日を背にカムイ岬灯台前で語らうライダーたち。50年以上前のなんとも破天荒なツーリング。食堂潮のここが昔の上岬の駐車場で、ここは入り口って書いてある通りなんですけどね、ここから尾根コースでこうやって上がっていくか、それとも海岸沿いで念仏トンネル経由でカムイ岬の灯台とか海岸の方でバイクで行ったって話を聞いたので、僕はまあバイクで来てますけど、僕のバイクと僕の技量では海岸で行くのはちょっと厳しい。海岸コースはこういうふうに昔遊歩道があったらしいですね。前はこっち側の国道229は鴨江内とか泊の方に繋がってなかったんで、ここがまあある意味ではもう行き止まりなので、今はと比べて随分少なかったんじゃないかなと思いますね。まあ、リスキーでなかなか冒険的なツーリングだったかなと。ああ、綺麗な花が咲いてて、夏の北海道らしいです。なんかそのツーリングはトレイルバイクで行ってたので、行けたのかなと思うんですがね。おお、念仏トンネルが。昔はこういうふうにコンクリートの階段みたいな形で、割と念仏トンネルの方までは車で行ける時代もあったらしいんですね。海岸沿いに行くコースをおすすめしたようですけども。この怪しい雰囲気の縦岩、そして念仏トンネルに至る道という感じで、この崖の直下を多分みんな歩いてったんだと思うんですよね。雪解け水なのか結構小川になってますね。で、こっちが、ちょっとじゃあ行ってみようか。あそこに、あっちにもあるんですけどね。あとここね。あれは昔なんか看板をかけた、なんか支柱らしいんですよね。あと、岬までとか、念仏トンネルまで何キロですよっていう。くるって回ってこれるのかなっていう。こうやってね。一周、あれこれ発見だ。なんだこれは。まあ、一度あれですけど、面白いスポットですね。でもバイクが通ったかもしれないですね。行けるかなと。トレイルバイクだったら行けそうな感じ。こっから行けるのかな。かくれんぼができる平磯をぐるって回ると、案内板の杭があるので、カムイ岬に至る海岸コースは趣向を凝らしたものと考えられた。うわ
おお、あれ行くんですから。して焦らず進め、おお、到着だな。こうね、バッキバキですね。こうやって写真で撮ったのかなっていう。よし。ああ、でも結構高さあるかもしれないですね。こんな感じなんですよね。これバイクでね、行けたと思いますね。編集の際気づきましたが、トンネルの随所が蛍光の緑色になっています。光ゴケが自生しているようです。なんとか出てきた。もうね、明るいんで。ちょっとここはなんか狭いかな。気をつけてこないと。まあ当時はバイクで押してたかもしれないですね。結構。おお。念仏トンネルを出て、右手に目に入る水無しの立岩、そしてカムイ岬。カムイ岩。絵画の名作のような絶景が感動を呼び起こします。水なしの立岩がお迎えして、あっちの方に歩いてたと。まあ人が歩いてた時代だったんで、もっと整備されてたのかもしれないな。